こんにちは、桜井です。今日は暗号資産市場にとって衝撃的なニュースをお伝えしていきます。なんと、グレースケールがドージコインの ETF を SEC に正式に申請しました。ドージコインといえば、もともとミームコインとして誕生した通貨ですが、ついに機関投資家が本格的に触れられる金融商品としての扉が開かれようとしています。今回の動画では、このニュースの詳細、価格への影響、そして投資家にとってどんな意味を持つのか、こちらについて解説をしていきます。最後に今後の注目ポイントも整理しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは今回のニュースの事実関係から整理していきます。グレースケールはアメリカの証券取引委員会、いわゆる SEC に対してドージコインの現物型 ETF を正式に申請しました。この ETF は同時を直接買わなくても投資ができる仕組みとしてニューヨーク証券取引所アルカに上場を目指しています。ティッカーシンボルは GDOC となる予定です。ETF が承認されれば投資家は証券口座を通じて同時コインに間接的に投資できるようになります。つまり、ウォレットを用意したり、取引所でコインを購入する必要がなくなるわけです。これによって機関投資家や従来の株式投資家にとっても同時コインへの参入ハードルが一気に下がることになります。さらに、この ETF の運用には大手金融機関が関与しています。保管はコインベースカストディが担当し、資産の管理には BNY メロンなどが加わる予定です。つまり、ドージコインという一見カジュアルな通貨に、ウォール街の大手プレイヤーが本格的に関与するという構図が生まれるわけになります。このニュースが発表された直後、市場は大きく反応しました。当時の価格は短時間でおよそ5から 6% 上昇し、投資家の間で期待感が一気に広がっています。投資家の間でついに機関投資家マネーが流れ込むのではないかという期待が高まっています。ただし、冷静にチャートを見ると、まだ強いブレイクアウトには至っていません。直近では 0.226 ドルから 0.25 ドルのレンジが意識されていて、このゾーンを明確に抜けられるかどうかっていうのが次の焦点になります。もし 0.25 ドルを突破できれば 0.29 ドルから 0.3 ドルといった上値ターゲットも視野に入ります。一方で 0.226 ドルを割り込むと下落圧力が強まり 0.2 ドルまで調整するリスクも残されています。つまり今回の上昇は期待先行の部分が大きく、今後は SEC の判断や市場の資金流入次第で大きく動く可能性があるということになります。また、ボリンジャーバンドを見ても短期的には 0.216 ドルから 0.252 ドルの範囲で推移していて、レンジ内での売り買いが続いています。短期トレーダーにとっては明確な方向感が出にくい状況ですが、中長期投資家にとっては ETF という新しいテーマが大きな材料になっていると言えるでしょう。それではこのニュースが投資家にとってどんな意味を持つのか、こちらについて考えていきます。まず最大のポイントは ETF が承認されれば同時コインに機関投資家のお金が入ってくる可能性が高まるということになります。これまで同時はミームコインというイメージが強く、真剣な投資対象として扱う機関は限られていました。しかし ETF を通じて証券市場で売買できるようになれば、年金基金やヘッジファンドなどの大口投資家も同時にアクセスしやすくなります。次に流動性の向上です。ETF が市場に登場すれば、売買量が増え、価格の透明性も高まります。これは投資家にとって取引コストの低下や価格発見の精度向上につながり、より安定した市場環境が整うことになります。ただし注意すべき点もあります。SEC が実際に承認するかどうかはまだ不透明ですし、仮に却下された場合には失望売りが出るリスクもあります。また ETF が承認されたとしても、すぐに価格が大きく上昇するとは限りません。実際には投資家の需要や市場全体のリスクマネーの流れによって影響度が変わってくるということになります。つまり今回のニュースは投資家にとって大きなチャンスを示す一方で、
冷静にリスクも見極める必要があると言えるでしょう。では最後に今後の注目ポイントを整理しておきましょう。まず一つ目は SEC の審査スケジュールです。今回の同時コイン ETF 申請に対して SEC が正式に判断を下すのは早くても2025年10月から2026年初めになると見込まれています。つまりこれから数ヶ月間は承認されるのか、それとも却下されるのかという思惑で市場が揺れる可能性があります。二つ目は競合する ETF の存在です。実はグレースケール以外にもビットワイズやレックスオスプレイといった企業が同様に同時コイン ETF の申請を行っています。複数の申請が並んでいるということは、それだけ市場の関心が高い証拠であり、承認されれば暗号資産市場全体に資金流入が起こる可能性も高まります。三つ目は価格への影響です。もし SEC が承認に前向きな姿勢を示せば、投資家心理は一気に強気に傾くでしょう。逆に否定的な姿勢が示されれば、短期的には価格が押し下げられるリスクもあります。このため価格チャートだけではなく SEC からのコメントや規制動向にも目を向けるということが重要になります。つまり今後は単なる価格の上下を見るのではなく、規制と市場構造の変化、こちらを合わせて追うということが投資判断に直結する鍵になってきます。はい。ということで、ここまでグレースケールによる同時コイン ETF 申請のニュースとその影響について解説をしてきました。今回の動きは単なる一つのミームコインの話にとどまらず、暗号資産市場そのものが新しい段階に入ろうとしているということを示しています。ETF が承認されれば、同時コインはネタ通貨から機関投資家が扱う本格的な投資商品へと進化するかもしれません。その一方で SEC の判断次第では短期的に失望売りが出るリスクもあるため、冷静に情報を追い続けるということが大切になります。このチャンネルでは今回のように投資家にとって役立つ最新ニュースや市場の動きを深掘りして解説をしていきます。もし今日の内容が少しでも参考になったと感じていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。そして最後にコメント欄で皆さんのご意見も聞かせてください。同時コイン ETF は承認されると思いますか？もし承認されたら価格はどう動くと思いますか？ぜひ皆さんの考えっていうのをシェアしていただけると嬉しいです。はい。ということで本日の内容は以上になります。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。ではお知らせです。今おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資っていうのが主流になってくると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。